どうも皆さんこんにちは。今日はニコン Z シリーズをお使いの皆さんに朗報ということで、こちらシルイオーロラ 85mmF1.4 オートフォーカスレンズをご覧いただこうと思います。ニコン ZF を使い始めてまだ私数ヶ月なんですけれども、 ZF とても気に入ってます。他のレンズも欲しいななんて思ってて、そんな中こちらのレンズ使ってみませんかっていうお話をいただきました。ニコンの Z シリーズの弱点といえば、他のメーカーの同等カメラに比べて選べるレンズの種類が少なめなことじゃないでしょうか。そんな中、サードパーティーレンズとしてシルイから 85mmF1.4 のレンズが登場しました。今回私のところに送っていただいたのはニコン Z フルサイズ用なんですけれども、他にもソニー E、それから富士フィルム X 用なども発売されています。ということで、ソニー E 用とか富士フィルム X 用とかでお考えの方もぜひ最後まで見ていってください。製品リンクは概要欄に書いておきます。それと Amazon のクーポンコードもいただきましたので、ぜひそちらもご利用ください。ではまず外観から見ていきます。まず外側が金属です。今の時期は屋外で使うとかなり冷たいので、レンズを支える左手には手袋をしておきたいです。最近のレンズは外側が全部プラスチックであることも多いので、そういうのと比較するとやっぱり金属だと高級感感じます。フィルター系は 67mm です。で、こちらに 85mmF1.4 の刻印、それから AFL ボタン、AF/MF 切り替えスイッチで、こちらにシルイのロゴとクリックオンオフスイッチがあります。このクリックオンオフスイッチって何って思った方、これはアパチャーリングのクリック感をありにするのかなしにするのかっていう設定ができるスイッチです。オンにするとこんな感じでクリック感が発生します。オフにするとリングを回転させてもスムーズにトランジションしていく感じになります。私は写真を撮るときはクリック感がある方が使いやすいと思ってます。動画撮影の時は音は鳴らない方がいいのでオフにしておきます。このクリック感ありなし選べるのいいですね。で、こちらのアパチャーリングは F1.4 から F16、そしてアパチャーオートに設定することができます。富士機以外だと F 値の操作はボディ側での調整になっていると思うんですが、このレンズを使う場合はレンズ側で操作することになるので、そこだけちょっと使用方法注意です。で、レンズの重さは 570g です。これが重いのか軽いのか、ちょっとね、人によってそれぞれ感覚が違うので何とも言えないんですけれども、このスペックのレンズとしては軽い部類らしいです。私もこれ実際に手にするまでは F1.4 なのでもっとずっしりくるものだと思ってたんですけど、いざ箱を開けてみたら思ってたより軽いなって思いました。で、この接続部分も滑らかにスムーズに接続できる上に、変なガタつきとか緩いっていう感じも全然なくて、装着感完璧です。あと、ニコン ZF との見た目のマッチングとしては、ちょっとね、トーンが違うなっていう感じがします。っていうのも、ZF ボディの金属の部分がやや控えめにツヤがあるっていうのと、このボタンのところがね、シルバーのツヤツヤな感じなのに対して、このレンズの筒の周り完全にマットなんですよ。そこにブルーのシルイのロゴが来てるので、正直見た目的には Z シリーズの他の機種とかソニー機とか外観がマットなボディの方が合うんじゃないかなと思います。で、ちょっと話がずれるんですけど、さすがに 570g のレンズとなると ZF にもグリップをつけた方が安心だなと思って、以前ご紹介したこのグリップをつけています。レンズと本体とで1キロ超えの組み合わせになるので、片手で持つときにやっぱりグリップがあった方が持ちやすいなと思いました。では次、皆さんが気になる AF の性能について見ていきます。まずは写真の AF です。AF は正確だし、動きも反応もいいです。で、次、動画 AF です。人物認識 AF で撮りました。フレームから一旦外れて戻ってきても、またすぐに AF が被写体を捉えるので、動画でもストレスなしに AF を使うことができます。サードパーティーレンズなので AF の性能が心配なんて思っていた方にも安心して使っていただけると思います。それから次、サンプル写真を撮ってきたので、それを見ながら話していこうと思います。
まずボケの感じを見てみようということで F1.4 で撮ったものを見ていきます。手持ちで撮ったので被写体までの距離は同じではないんですけれども、同じところで F1.4 で撮ったものと F13 で撮ったものです。選べる F 値の幅が広くなると表現の幅が増えて楽しいですよね。次、これは前ボケを入れての中距離撮影になります。前ボケを入れるとなんか覗いている感みたいな感じと立体感が出ます。これは F1.4 なんですけど、もうちょっと絞ってもよかったかなとも思いました。次、これは落ち葉に焦点を当ててるんですけど、F 値が低いレンズで撮ると、時と場合によってはね、こんな風にミニチュア撮影感が出て面白いです。次、逆光の状態を見ていきます。正面から強い光が入ると、フレアとかゴーストとかが出やすいです。レンズのコーティング技術とかはやっぱり純正がさすがだなと思います。ちょっと角度を変えると抑えられることもあるので、その時々で工夫するという感じです。ちなみにフレイヤーと前ボケと合わせてこんなふんわり感のある描写もできたりするし、あえてフレイヤーやゴーストを狙ってオールドレンズを使う方とかもいらっしゃるので、フレイヤーやゴーストも使い方次第だなと思います。次、玉ボケ見ていきます。今大阪の御堂筋ががっつりイルミネーションやってるので、そこで撮ってみました。どれも端っこまでまん丸の玉ボケになっています。で、こちら日中太陽光が葉っぱに当たってキラキラしているところが玉ボケになってるんですけれども、こちらも端っこまでまん丸の玉ボケになっています。このレンズどんな状況でも端っこまでまん丸の玉ボケになるのかと思うと、実はそうではなくて、何らかの状況下では端っこがレモン型になってました。次、画像を 100% 表示で見てみます。細部までしっかり映っています。あと明るいレンズなだけに夜のスナップも楽しめます。カメラ側のボディ内手ブレ補正も合わせて使いつつ、昼間と同様にパシャパシャ撮っていけます。あと F1.4 のふんわり感に加えてブラックミストフィルターなんかを使うとこんな感じになります。まずこちらフィルター不使用。で、こっちがフィルター着用。光がなんかもわっとするの分かりますか？動画の方でもっと分かりやすいのが撮れてたので、そちらもご覧ください。まずこちらが不使用で、こちらが着用して撮ったもの。ブラックミストフィルター使うとちょっとね、映画っぽい写りになるっていうのか、光がもわっとします。ホワイトバランスを変えてみたりするとまた雰囲気が変わります。あとまだ他にもサンプル写真撮ってあるので、この動画の最後にまとめて掲載しておくので、興味のある方は最後までご覧ください。このレンズ、まずニコンの Z シリーズ純正にはまだない F1.4 っていうニッチなところを狙ってきたなっていうふうに思いました。逆光でバシバシ撮っていきたいっていう方の場合は、ゴーストとかね、フレアとか気になるかもしれないんですけれども、それ以外ではいい感じだと思います。AF もご覧いただいたように十分早いですし、使ってて何か不便があるっていうこともなかったです。私的に結構気に入ったのが、スイッチの切り替えでアパチャーリングのクリック感のオンオフができるっていうところです。最近は写真だけでなく動画撮影する方も増えているので、こういう機能があると便利ですよね。あと描写の特徴としてちょっと線が太めかなっていうふうに思いました。最近の超キレッキレなスーパーシャープなレンズとはちょっとね路線が違うので、そういう描写をお求めの方には向いていないと思います。この後今からサンプル写真載せておきますので、ぜひ購入検討の参考にしてください。それではまた次回会いましょう。さよなら。